皆さんこんにちは、みやまです。今回は最近の買ってよかったものをいくつかまとめてご紹介したいなと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。ということで、一つ目の買ってよかったものがこちらですね。オモトンとウランジのマグセーフスタンドスマホ三脚になります。日々の Vlog の撮影用と、最近ジムに頻繁に通っているので、自分の筋トレのフォームを撮影して確認したいなっていうシチュエーションが結構多くなってきたので購入したこの2つのスタンドなんですけど、それぞれ機能としてはかなり似ているんですが、個人的にはこっちのオモトンの方がより使い勝手が良かったなっていうような感じなので、この2つを比較しつつ、こちらのオモトンの方をメインに紹介していこうかなと思います。こちらのマグセーフ機能付きスマホ三脚なんですが、こんな感じで結構いろんな場所が変形したり動いたりしてくれるような形のスマホ三脚になってます。で、基本的にはここの輪っかの部分にこんな感じでスマートフォンをピタッとくっつけて三脚として使うっていうような感じになってますね。で、ここのマグセーフの磁力に関してはかなり強めな感じになってます。このですね、マグセーフの輪っかとは反対側のここの背面部分も超強力マグネットが搭載されてます。こういった金属面にこんな感じでビタッとがっちりくっついてくれるような感じになってます。で、さらにですね、このスマホスタンドすごいのが、ここのですね、ちょっと L 字型になっている部分があると思うんですけど、こんな感じでクランプになっているんですよ。厚さ3センチぐらいまでの場所であれば、このですね、クランプでバチッと挟んで、この三脚好きに固定できるような感じになってるので、一般的なデスクであれば全く問題なく使ってあげることができるような感じになってます。で、さらにまだまだこれ機能があるんですが、ここのですね、横っちょにこんな感じで、ちょっとした三脚用の足もついているんですよ。この足が自由に角度調整できるようになっているので、自分が使いたい高さにこの足の角度調整してあげることができるので、こんな感じでちょっと低めに使ってあげることもできますし、ここのですね、角度をもうちょっと狭くしてあげたら、割と背が高い状態の三脚として使ってあげることもできるようになってます。で、さらにですね、ここの上の部分がなんとこんな感じでカラビナになっているんですよね。頻繁に使う場合はバッグのですね、持ち手の根元とかにこうやってカチッと通してあげて、でぶら下げて収納するみたいなこともできるようになっているので、この点も結構使い勝手が良くて気に入ってます。で、完全な収納モードにすると手のひらに収まるぐらいのサイズ感ではあるんですけど、長めに伸ばしてあげようと思うとちょっとした自撮り棒ぐらいの長さにはできるような感じになってます。で、しかもですね、こことこことここの3箇所でこうやって角度調整ができるようになっているんですよね。なので画角の自由度がめちゃくちゃ高いんですよ。で、さらにここの部分なんですけど、なんとこうやって360度もう好きな角度にくるくる回してあげることもできるので、一回どこかにがっちり固定してしまった状態でも、ここの3点とあとここの1点で本当に自由に画角の調整ができるような感じになってるので、ちょっとした撮影の時とかもあともうちょっとだけ角度こっちに回したいみたいなのもすごい感覚的にできるので、その点でも非常に気に入ってます。最初の方にちらっとお見せしたこちらのですね、ウランジのマグセーフスタンドに関してもそれなりに画角の自由度あるっちゃあるんですが、一回三脚を置く場所を固定してしまうとどうしても取りづらい画角っていうのが出てきてしまうんですよね。もうこっちの自由度に一回慣れてしまうと、こういったちょっとスタイリッシュでシンプルな見た目の三脚だとこの画角がギリギリ取れないみたいなことがちょこちょこあったりしたので、その点でもやっぱストレスのなさで言うとこっちのオモトンの方が私はストレスなく使えるなっていうような感じがしてますね。で、こちらのアイテムがですね、軽量のアルミ合金製ということで非常に頑丈な作りっていうのと、素材自体は軽量のものを使って
ってはいるんですが、結構ですね作りが凝っている分、マグセーフスタンドの中ではトータルの重さっていう点ではちょっとそこそこ重めの部類になってきます。比較用にですねちょっとスマホ用のマグセーフ三脚持ってきたんですが、こちらの結構有名なモフトのシンプルなタイプのこの三脚だと、これは 90g しかないですね。非常に軽量です。こちらの裏地のここの部分がマグセーフになっているタイプの三脚なんですが、これに関しては 108g ですね。モフトに比べて 20g 近く重たくはあるんですが、手で持った感じはそんなに重さは気にならないですね。で、今回メインで紹介しているこちら、お元のものがなんと 157g あります。この裏地に比べてやっぱ 1.5 倍ぐらいの重さになるので、やっぱこれに関しては正直ですね、わざわざこうやって両手で重さの比較しなくても圧倒的に重いなって感じるぐらいには、若干のずっしり感はあるかなっていうような感じですね。私みたいに自撮りの動画とか写真とかをよく撮影する方だったりとか、あとジムみたいな結構せわしなくトレーニングしてる時にさっさっと画角の調整を自由にしたいんだみたいな方とかは、こちらオモトンのマグセーフスタンドが一番おすすめかなっていうような感じです。ある程度多機能さ欲しいけど軽さもできれば備わってて欲しいな、でなおかつカメラ用の三脚と結構一緒に使うことが多いんだよねみたいな方は、こちらのウランジのマグセーフスタンドが一番おすすめかなっていうような感じですね。でもうスタンド機能さえあれば OK と、もう軽さ重視でいきたいよみたいな方は、こちらのモフトのカードタイプのスタンドが一番ストレスなく使えるのかなと思います。ぜひですねマグセーフスタンドを探している方は参考にしていただけたらなっていうような感じです。じゃじゃーん、続いての買ってよかったアイテムがこちらです。キャップ風のデザインの多目的ミニポーチになります。これめちゃくちゃ可愛くないですか？デザインに一目惚れして購入したものなんですけど、実はですね結構使いやすいミニポーチなんですよね。後ろ側にこんな感じでファスナーがついておりまして、私はですねこの中に有線イヤホンとワイヤレスイヤホンの2つを収納しています。帽子の形をしているので結構立体感があるんですよね。この2つとかであれば余裕ですっぽり中に収納できちゃうような感じになってます。でこの外側の素材がですね、割と分厚めのポリエステル素材になっているので、これ普段バッグにぶら下げてずっと持ち歩いているんですけど、そこそこの撥水性もありますし、色もブラックっていうこともあって汚れも結構つきにくいかなっていうような印象ですね。でポーチのここの上の部分にはカラビナが通せるループと、あと元からこのちょっとちっちゃめの丸カラビナが付属してついてくるような感じになっているので、私このリュックサックの上の方にジャラジャラっと好きなキーホルダーとかをぶら下げているんですけど、キーホルダー類と一緒にこんな感じでカチッとバッグの外側にぶら下げて持ち歩いてるっていうような感じにしています。でこのポーチさらにありがたいのがですね、これわかりますかね、メッシュ素材の内ポケットが中に入っているんですよ。ここのちょっと立体的な広い面に関してはこういったイヤホンとかちょっと厚さがあるものを入れてあげて、でメッシュポケットに関してはカード類だったりとか、ちょっと平たくてバラバラしてしまうものだったりとかをここにキュッとまとめて収納して持ち歩くみたいなこともできるようになってます。ある程度の機能性を揃いつつ、それでいて可愛いデザインのミニポーチが欲しいなみたいな方には結構刺さるアイテムなんじゃないかなと思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。じゃじゃーん、続いての買ってよかったアイテムがこちらのウォーターボトルですね。これが 760ml の大容量なんですが、非常に使いやすいウォーターボトル、水筒になってます。なんとこちらがですね、ここの蓋の部分にパッキンが一切使われていない構造なんですよね。なのにこれ中に水を入れた状態でこんな感じで横置きしても、あとひっくり返しても水が全く漏れないというような非常に高い密閉性を持ったウォーターボトルになってます。でパーツに関してはこちらのボトル本体とメインの蓋の部分と、さらにこの内蓋の3つのみになってます。で飲み口に関してはそこそこ広めになっているので結構洗いやすいですし、なんとですねこれパーツも含めて全て食洗機対応になってます。
で 760ml なんですけど、高さ的にも20センチないぐらいの感じなんですよ。なので我が家のそんなに大きすぎない食洗機でもそのままこのボトル洗うことができるようなサイズ感になってます。であと個人的に気に入ってるのがこちらの内蓋なんですよね。この内蓋をつけてあげると中に入れたドリンクがこうバシャーっと出てこないんですよ。ちょうど飲みやすいぐらいの量がちょろちょろっと出てくれるような感じになっているので、なんだったら朝のウォーキングとかしてる時に歩いた状態のままこれそのままグビグビ飲めちゃうような感じなんですよね。その点でも非常に気に入ってます。でボトル自体の重さに関しても 143g しかないので結構軽くて持ち運びもしやすいですし、この底の部分が楕円形になっているので中にまだ飲み物が残った状態のままこうやって横置きして冷蔵庫の中で保管するみたいな場合もですね、勝手にこうコロコロ転がっていかないんですよね。その点でも結構使い勝手が良くて気に入ってます。でバックパックのですねサイドポケットにも、こんな感じで全く問題なく収納できるようになってます。大容量のウォーターボトルでなおかつ持ち運びもしやすいもので、かつ洗いやすいもの、お手入れが楽ちんなものを探している方には結構刺さるアイテムなんじゃないかなと思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。じゃじゃーん、続いての買ってよかったアイテムがこちら GU のサングラスですね。 UV カットスクエアウェリントンサングラスになります。日差しが強い日にやばいこれは耐えられないと思って急遽近場の GU でさって買ったものだったんですけど、ちょっと思いのほか使いやすいっていうのと、ちょっと面長寄りの私の顔立ちとドンピシャに相性が良くてですね、もう最近すっかりお気に入りでして、日差しの強い日はだいたいこれをかけて出かけております。やっぱ王道のウェリントンタイプのサングラスっていうこともあって、もういかなるファッションにも合わせやすいんですよ。で特にちょっとカジュアル寄りのファッションですね、 T シャツにジーンズみたいな非常にシンプルな服装の時でもこれをですねかけてるだけでなぜかちょっとおしゃれに見えるんですよね。もうその点でも非常に重宝してます。このグラスのカラーなんですけど、これ色が濃すぎないので室内でかけっぱなしにしてても違和感がない点が結構気に入ってます。で私はですね今回オレンジ寄りのカラーを購入したんですが、ここのですねグラスの色が結構カラー展開豊富なんですよね。多分こうどんどん熱くなるにつれてデニムコーデが増えてくると思うので、デニムのブルーに合わせてちょっとブルー系のカラーのものもさらに追加で買おうかなっていう風に思ってます。 GU ということもあってそんなにお高くないですし、気軽にガシガシ使えるサングラス探してるよみたいな方はぜひチェックしてみてください。結構おすすめ度高いです。続いての買ってよかったアイテムがこちらなんですが、これ目薬じゃないんですよ。コンタクトレンズ用の装着液なんですよね。コンタクトレンズをつけるときにこれをですねコンタクトの内側に一滴落としてあげてからつけると目がゴロゴロすることなく、でなおかつですねその日の目の乾燥も一日中防げるというですね非常に便利なアイテムとなっております。コンタクトつける時とかにこの手の先っぽとかについた小さいホコリが混ざっちゃってちょっとずらしたりとかしてみてもなんか目がずっと気になるみたいな感じでコンタクト1個破棄してもう1個使うみたいなことが時々あったんですけど、なんとですねこちらのコンタクト用装着液を使うようになってからはそういったコンタクトの付け直しみたいなのが一切なくなりまして、もうめちゃくちゃ快適になりました。個人的に特に効果を実感するのがカラコンをつけてる時ですね。カラコンってやっぱ結構乾燥しやすいっていうこともあって半日ぐらいでシパシパしてきたなみたいな、ちょっと強めに瞬きするとそのままコンタクト外れちゃうみたいな時とかもあったりしたんですが、これを垂らしてからカラコンつけてあげると割と夜まで、しっかり潤ってくれてる感じがあって非常に一日快適に過ごすことができるようになったなっていうようなアイテムなんですよね。朝の忙しい時のイライラとかが結構一気になくなると思うのでぜひチェックしてみてください。続いてのベストバイアイテムがこちらです。コソリのノンフライヤーですね。いわゆる調理器具なんですけど、これ本当に大げさではなく毎日使ってて、もう早くもですね今年2026年のベストバイ1位はこれじゃないかって思ってるぐらいもう本当に気に入ってるアイテムになってます。
でノンフライヤーという名前の通り油をほとんど使わずにこの食材をですねこちらのバスケットに入れて温度と時間を設定するだけで自動的に調理できるっていうような便利な調理アイテムになってます。でこれまず何よりも助かるのがフライパンとかグリルで調理するのと違って料理してる最中に目を離しても大丈夫なんですよね。で一応ですねひっくり返す時間みたいなのも設定できるようになってて、その場合はピーピー音が鳴ってお知らせしてくれるので、ピー音が鳴るまではもう他の料理を作ったりとか、なんだったら本とか漫画読んだりとかすることができるので、もうめちゃくちゃ助かってます。でこちら操作に関してはタッチパネル方式になってます。調理時間に関してはこんな感じで1分刻みで最大60分まで設定できるようになっていて、温度に関しては5度刻みで最大230度まで調整できるようになってます。でノンフライヤーと調理の相性がいいものに関してはここにプリセットが用意されてます。例えば鶏肉だったらここの鶏肉の部分をピッと押してあげて、入れる量とかに合わせてここの分数を自分で調整してあげるっていうような感じになりますね。でこれ何がすごいって最大で230度まで温度が上げられるので、結構分厚めのお肉とかステーキとかも簡単に調理することができるんですよね。でしかも高温で調理したお肉って外側は綺麗に焼き上がりつつ中は柔らかくてジューシーな感じの食感になるので、タンパク質をなるべく美味しく食べたいんだよなみたいな方には非常におすすめの調理アイテムになってます。で実際に食材を置くバスケットの中身がこんな感じになってるんですが、中に1枚こんな感じで網が入っているんですよね。でこのですね網があるおかげで結構脂身の多いお魚とかお肉とかをこの上で調理してあげると、この網目を通して下に余計な脂が落ちてくれるんですよ。食感はすっごいふっくらしてて美味しいのに、余計な脂は全部こっちの下の方に落ちてくれるっていうような感じで、すごくヘルシーに美味しいタンパク質が摂取できるんですよね。もう本当に最近トレーニング頑張ってる身としてはめちゃくちゃありがたい存在になってます。あと個人的に結構びっくりしたのが匂い。このですねノンフライヤー、フライパンとかグリルに比べて全然匂わないんですよね。もちろん全く匂いがしないわけではないんですが、換気扇とかしっかり回しておけば大丈夫なレベルです。でお手入れに関しても結構簡単で、このバスケット部分に関してはこのバスケット本体と網を洗剤で洗ってあげればもうそれで OK っていうような感じですね。でさらにすごいのがこれバスケットとこちらの網なんですけど、これなんと食洗機対応なんですよ。バスケットに関しては結構大きめなので入る食洗機入らない食洗機があるかとは思うんですが、やっぱ魚とか調理するものなので食洗機とかで綺麗に丸洗いできるっていうのは結構ありがたくはありますね。本体部分に関しては熱が冷めてから濡れ布巾とかキッチンペーパーとかでさっと拭いてあげるような感じになってます。でほとんどの料理がこれ単体で調理できるんですが、野菜を結構細かく刻んで調理したいなみたいな時とかはここのバスケットの下の網目に具材が落ちちゃうことがあるんですよね。でそういったことを防ぎたい場合はこんな感じで使い捨てのノンフライヤー用のクッキングシートが売っていたりするので、バスケットの中にこれを仕込んであげることで結構細かく刻んだ野菜とかお肉とかがこの下の網目のところにこぼれることなく調理することもできるようになってます。でこの用紙使ってあげることでノンフライヤーのお掃除も結構簡単になったりするので、そこまでお肉とか魚の脂質が気にならないよみたいな方は使い捨ての用紙をここに入れてあげてから調理してあげるとお手入れお片付けが簡単になるんじゃないかなと思います。であともう一つノンフライヤーと一緒に使ってあげると便利なのがこちらのオイルスプレーの容器ですね。これ中身はいつも使っているオリーブオイルなんですけど、ノンフライヤーって基本的にはオイルなしで調理することもできるんですけど、じゃがいもみたいなちょっと乾燥しやすいお野菜の場合はちょっとだけオイル足してあげた方が美味しく仕上がるんですよね。だいたいワンプッシュで 1ml ぐらいしか出ないような感じになってるので、非常に少ないオイルで効率的に具材をコーティングしてくれるような感じになってるので、フライドポテト食べたいけどできる限りヘルシーにカロリーを抑えたいなみたいな時とかはこれも一緒に購入して使ってあげるの非常におすすめです。で続いてはですね、ここ最近読んだ本の中でも特に面白かった
ったものをご紹介しようかなと思うんですが、おすすめ度が高いものってなるとこちらの2冊になるかなと思いますね。でまずはですね、結構万人におすすめしたい本、最高の勉強法なんですけど、これタイトルの通りもう科学的に有益な勉強法を分かりやすくまとめた解説書になってます。ここ最近読んだ本の中でも本当にトップクラスに人におすすめしたくなる一冊でしたね。文体、あと構成に関しても非常に読みやすい工夫がされていますし、紹介されている勉強法を読みながらすぐに実践できるような工夫っていうのがもう随所に凝らされているんですよ。で個人的に結構ありがたかったのは、一見良さそうに見えて実は身につきにくい勉強法っていうのがあるんですよね。でそれをしっかり解説してくれるところが結構良かったです。でさらに言えば本当に定着する学習法っていうのも分かりやすく解説してくれているんですが、そのあたりに関してはぜひ本を読んでほしいっていうのと、あとサブチャンネルの方で大人の勉強法についてちょっと語った動画があるので、気になる方はちょっとそちらの方の動画も見ていただければなと思います。この本のおかげでなんか目先の勉強してるかみたいなのに騙されることが非常に少なくなったなと思ったので、受験だったりとか資格試験に挑む予定があるよみたいな方はもちろんなんですけど、あと読書とかで体系的な知識を得たいなって思ってる方にも非常におすすめなので、ぜひですねちょっと気が向いたらチェックしていただけたらなと思います。で続いての読んでよかったおすすめ本がこちらですね。本を読めなくなった人たち、めちゃくちゃキャッチーなタイトルの新書なんですが、いやこれすっごい面白かった。面白くてもう本当にあっという間に読み終わっちゃったなっていうような感じでした。今ってやっぱりコスパとかタイパが求められがちじゃないですか。そんな中で読書の価値って一体どれだけあるんだろうっていうのを分析した一冊になってます。で今もうほとんどの人たちがスマートフォンを持ってて SNS だったり動画だったりでもう素早く必要な情報にアクセスできるようになってるじゃないですか。例えば YouTube 動画とか TikTok みたいなショート動画とか、そういったもので知的生産性を高められるよね実はみたいな、そういう現実をちゃんとフラットに心地よく受け止めている、すごいバランス感のいい本なんですよね。で本を読む人と読まない人の溝っていうのは多分今後も広がり続けていくとは思うんですけど、それはあくまで自分が楽しむため、もしくは情報を取得するためのメディアとか手法がただ違うだけであって、本を読むかどうかで知性の優劣が決まるわけではないよっていうのをすごい何回も言い切ってくれるんですよ。それがすごく読んでて優しさを感じるし、確かにそれって事実だよねって気持ちよく受け止められるような構成になっていて、非常にですねいい本だなっていうふうに思いました。でこちらがですね Z 世代の方を中心にいろんな方のインタビュー内容を元に構成した本になっているので、文体自体も非常に軽やかで新書の中でもかなり読みやすい方になるんじゃないかなと思います。自分はなぜ割と読書をする方なんだろう、もしくはなんで自分はあんまり本を読まないんだろうってちょっとでも思ったことがある方は楽しく中身読めるんじゃないかなと思います。気になった方はぜひこの機会にチェックしてみてください。続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回はこちら3月に最新刊の2巻が発売された漫画ラバーをご紹介したいなと思います。こちらがですね、ビジネスライクな漫画編集者と孤独な漫画家志望の少女が出会って共に漫画家デビューを目指していくという熱い創作ストーリーとなっております。で主人公はですね漫画編集者3年目の柳井さんなんですけど、彼がですね歌舞伎町で取材をしていた時にミスミというある少女から突然声をかけられるんですよ。で漫画を見てほしいっていう風に言われるんですよね。ただこのミスミちゃんがもうザ木の実木のままみたいな感じの上にですね、出会ったのが歌舞伎町の東横というところでして、漫画喫茶で暮らしている少女なんですよね。お金もないし家もないっていう女の子なんですよ。でも明らかになんかトラブルの香りがしそうだなっていう少女だったもので、柳井さんは彼女のですね漫画のネームを見ずに一度その場を立ち去ってしまうんですよね。ところがですね後日なんと出版社にですねみすみちゃんが出向いてきまして、彼女からとある荒削りなネームを手渡されるんですよ。でしかもそのネームがすっごい安い紙のお絵描き帳に書いてある感じなんですよ。とはいえ一応受け取ってはしまったし、
あと何かちょっと感じるところもあるから、覚悟を決めて柳井さんはそのネームをですね、読み始めるんですが、もうそれがまたすごかったんですよね。圧倒的な才能を感じるネームでして、もう柳井さんはもうどうしようもなく心を動かされてしまうわけですよ。今まで担当してきたいい感じの社会人経験がちゃんとあるような漫画家さんとは全然違うタイプなので、どうしようかなってちょっと悩みはするんですが、もうネームがすごいんですよね。もう圧倒的な才能の塊っていうような感じなので、覚悟を決めてですね、みすみちゃんと一緒に連載を目指していくっていうところから物語が始まっていく感じになっているんですが、もうこの作品ですね、まず何よりもこのみすみというキャラクターがもうめちゃくちゃいいんですよ。で、みすみちゃん自身はですね、すごい若い。で、お金もない。で、家もない。で、家族もいないんですよ。で、もちろん社会人としての経験もほとんどないし、なんなら漫画家としての経験も全くないっていう風に言ってもいいぐらいなんですが、それでもですね、みすみちゃんはもう今書きたいものをもう全力で書くんだと。もう書けないまま死ねないっていう風にもう言い切れるぐらい、創作に対して漫画を作ることに対しての覚悟がめちゃくちゃ決まってるタイプの子なんですよね。で、普段表情自体はすっごいクールな感じなのに、漫画に対してだけは本当に誰よりも繊細で、もう誰よりも熱くてですね、で、このもう少女とも言ってもいいような若さにしてすでにですね、なんか創作者の貫禄みたいなものがババーンって身についているのがこのみすみちゃんというキャラクターなんですよね。で、それでもってこの作品のもう一つの魅力があるんですけど、それがですね、みすみちゃんと出会ったことで今まで堅実に仕事をしてきた、なんだったらちょっと事なかれ主義的だった漫画編集の柳井さん自身がどんどん変わっていくところなんですよ。そもそも柳井さんは大きな失敗を基本的にはなるべく避けつつ、で、作家さんとかに対してもビジネスライクに接する感じで連載を堅実に立ち上げてきたタイプの編集者さんなんですよね。対してもうみすみちゃんはもう自分の全て、もう生きている上で使えるエネルギー全てを漫画にぶつけていくんですよ。で、そんなみすみちゃんも間近に見て、柳井さん自身もどんどん感化されていって、この熱い気持ちで命を削るようにして漫画を描いているみすみちゃんのために、もう不格好でもいいから必死に作品と作家に向き合うような熱い編集者に、本人が望む望まざるに関わらずそういう姿になっていくところを読めるっていうのが本当に面白いんですよね。才能のある漫画家を編集者が育てていくっていうテイストの漫画でありながら、同時にですね、みすみの情熱によって柳井さんも漫画編集者として育てられていくっていう、なんかこの2人がお互いに足りないものをいい感じに補いながら作品を作っていく関係性っていうのがめっちゃ熱いんですよ。なんだったら心と心で殴り合ってるような感じで、熱くて泥臭くて、読んでてなんか鼻の付け根がカーって熱くなるような感じがある作品なんですよね。で、最新刊ではちょっといろいろあって、みすみちゃんがですね、憧れの作家のもとでアシスタントをすることになるんですが、このアシスタント初挑戦のみすみちゃんにですね、とある同期が登場したりとかして、で、同期のことを読み切りの掲載枠を争うことになったりするんですよ。で、みすみちゃんにもとうとうライバル登場みたいな、そんな王道の展開になっちゃうのみたいな風に思いきやですね、みすみちゃんがまたね、すごいんですよ。なんか他人に勝つためではなく、もう徹底的に自分のために漫画を描くようなタイプの子なんですよね。なので勝ちたいのは過去の自分だけだって言うんですよ。誰かに勝ちたいんじゃなくて、過去の自分を超えるために漫画描き続けるっていう、そういうめっちゃ熱くて軸がぶれない子なんですよ。なんかこういうキャラとしての軸はぶれてないのに、ライバル登場みたいな王道の熱さみたいなのもしっかりですね、楽しめる感じっていうのもあって、それも非常に良かったですね。何かを作る仕事をしている方だったりとか、あと最近ちょっと自分の情熱みたいなものを見失ってるかもなみたいな方にもかなり刺さる作品なんじゃないかなと思います。バクマみたいな漫画作り漫画が好きだよっていう方はもちろんなんですけど、お仕事系の漫画がお好きな方とかにも結構おすすめなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。ちなみに今回紹介しきれなかった読んでよかった漫画や本、小説などについてはいつも楽天ルームに感想付きでまとめておりますので、概要欄に URL 貼っておきます。気になる方はぜひそちらもチェックしてみて
てください。あと最近はサブチャンネルとメンバーシップも積極的に更新しているので、私のおしゃべりに付き合っていただける方はぜひそちらも覗きに来ていただけると嬉しいです。はい、ということで今回は最近の買ってよかったものをいくつかまとめてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか？少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。